皆さんこんばんは、うのうと言います。ブレワイと時のオカリナの関連小ネタを集めてみました。この動画は、ブレスオブザワイルドはプレイ済みだけど、時のオカリナはやったことがないという方向けに作りましたので、ブレスオブザワイルド以外のネタバレは排除しています。今回のようなブレワイとの関連小ネタを知っていれば、時のオカリナを10倍くらい楽しめるはずです。このチャンネルでは、薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けは、なるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。ロンロン牧場。ブレスオブザワイルドに平原の牧場跡という場所があります。全く同じものなのか、再現して建てられたのかは不明ですが、元ネタは時のオカリナに登場するロンロン牧場です。この牧場にはエポナという馬、マロンという馬の世話をする女の子がいます。ブレスオブザワイルドにもエポナが登場しますね。そして馬神マーロンという馬を大事にしないと激怒する泉に住む神様がいます。彼はというか彼女かもしれませんが、おそらく時岡のマロンが元ネタだと考えられます。関連は不明です。このロンロン牧場の滅びる前の姿は、ブレスオブザワイルドの100年前を描く薬剤の目視録作中で拝めますね。時の神殿跡、始まりの大地内にある時の神殿跡、あれは時のオカリナに登場した城下町近くの時の神殿という建物だとされています。ここではピアノでの特徴的な音楽が流れますよね。時のオカリナ作中ではこういう音楽でした。ブレスオブザワイルドの時の神殿跡周りをよく見てみると妙な橋があったりしますよね。あれは時のオカリナ時代のハイラル城周りの地形とほぼ一致していて、橋というか正確には門なんですが、門や時の神殿などの位置関係から考えると東の神殿あたりが時のオカリナ時代のハイラル城ということになりそうです。これらのことから僕は始まりの大地は時のオカリナ時代のハイラル城周りの地形を切り取ってハイラル平原南に移動させたんだと考えています。その内容については過去に考察動画を出していますので、気になった方はご覧ください。もちろん時のオカリナのネタバレがありますので、そこだけはお気をつけください。動画説明欄に貼っておきます。四英傑。ブレスオブザワイルドでは主人公リンクを除く四英傑という猛者が登場しますよね。その中でゾーラ族のミファーがリンクに特別な思いを寄せるのは、時のオカリナのゾーラ族ルトが時の勇者をフィアンセにと決めていることから来ているんだと思います。同じくゴロン族のダルケルがリンクを相棒と呼ぶのも、時岡のゴロン族の一人ダルニアが時の勇者を相棒と呼ぶことから来ているセルフオマージュですね。そしてゲルド族ウルボザの姉御肌もやはり時岡のゲルド族の一人ナボールを意識してのキャラクターだと考えられます。リーバルはわかりません。リーバルごめん。ラウル集落跡。ラウルという名前は時のオカリナ作中で重要な役割を持つ登場人物の名前です。ブレスオブザワイルドではその集落は朽ちた家が残っているだけでしたね。薬剤の目視録ではその全体か一部なのかはわかりませんけど、カジギルドのようになっていましたね。桜田の見た目のモデル。時のオカリナでは親方、一郎、二郎、三郎、四郎という5人の大工が出てくるんですが、ブレスオブザワイルドでも同じような存在が桜田工務店として桜田、桂田、榎木田が登場します。ブレワイをはじめ他のゼルダゲームでも恒例なんですが、名前の由来が連想ゲームになっているんですね。桂田の名前と見た目はおそらく大工道具の一つのみの部分であるカツラから来ていると思われます。お尻の輪っかの部分ですね。そのカツラというワードから連想して髪型が特徴的になっているんだと思います。榎木田の名前と見た目はその着ている服からもわかる通り、キノコ類のエノキから来ていると思われます。髪型もキノコカットです。そして桜田なんですが、名前は多分建築家のアントニ・ガウディが設計した未だに建設中の巨大な教会サグラダ・ファミリアだと思います。果ての村にあるリンクの家も取り壊す中であることからその名前にしたのかなとなんとなく思いました。
桜田のその見た目、これは結構失礼な話なんですが、最近引退なさった野球の某鈴木選手に似ていませんかね。そして特徴的な挙動、岡間区長が時のオカリナの大工たちに似ています。その中にイチローがいるんですね。これが偶然なのかはわかりませんが、僕は桜田は時のオカリナのイチローの子孫だと思っています。任天堂さんからのそういうメッセージなのかなと考えました。いずれも中心となっているのは桜、カツラ、エノキの3種類の植物かと思います。桜といえばブレスオブザワイルドには悟り山とデクノキ様という2つの桜の木が登場しますね。時のオカリナはその結末によって神々のトライフォース、風のタクト、トワイライトプリンセスという3つの世界線に分かれてしまう大事な作品です。そしてブレワイはどの作品よりも未来のお話なんですよね。ブレワイのデクノキ様の桜の花が満開に咲いているのは時のオカリナで登場したデクノキ様が最序盤で枯れてしまうことに対しての明るい未来になっていくんだよという暗示の一つなのかもしれませんね。はい、ということでブツッと切りますが今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただいて高評価ボタンを押していただけると今後の動画作りの励みになりますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。